こんにちは。日本語クラスです。お元気ですか？私は元気ですよ。この前、昨日と一昨日はライブをしました。3月2日土曜日と3月3日日曜日です。日本時間の夜にYouTube ライブをしました。ライブを聞きに来てくださった方、ありがとうございました。とっても私は楽しかったです。ありがとうございます。えーその時時間がなくて来られなかった人という方も、多いと思います。聞いてもらえるとよくわかるんですが、そうですね、その時はですね、皆さんが私のライブに来ると、皆さんが今例えばアメリカにいても私のライブに来ると、皆さんはすぐに自分の体は日本の長野県の山の上に来てしまいます。私たちと一緒にキャンプをすることになるんです。ってどういう意味ってわからない人は多いと思います。そういう方はぜひですね、こちらの、ライブ、アーカイブがありますので、よかったら、ちょっと聞いてみてください。ですが私はこれが、勉強になるか、それかあなたの時間の無駄になるか、それは私は分かりませんので、絶対に勉強になりますよとは私は言いません。でも、そういうちょっと変なものが好きな人とか、もう今日本当に暇だとか、もう今日死のうかなと思ってる人、もう私は腹切りをしようと思っています。何かあったんですか？大丈夫ですか？仕事がなくなっちゃった？そういう人、よかったら、腹切りをする前にこのライブを聞くと、ちょっと違う明日が待っているかもしれません。よかったら、見ることもいいかもしれません。私はどっちでもいいです。ということで、ライブ来ていた人はもう皆さん知っている通りですが、私の YouTube のライブチャットに、ライブ放送、ライブの時に来ると、皆さんはキャンプに来ることになります。それでですね、今日のキャンプは本当に楽しかったです。私、キャンプをした場所は日本の、山の上です。とても寒いところでした。長野県って知ってますか？日本の、真ん中くらいのところ、東京から新幹線で、だいたい90分ぐらいかかるところです。ちょっと遠いですよね。寒いです。雪がすごく降る綺麗な、スキーがすごくできる有名なところです。そこで昨日と一昨日は、みんなでキャンプをしたんですね。2日間キャンプに来た人もいたし、1日だけキャンプに来た人もいたし、キャンプ来たんだけど、ずっと寒いから火の近くにいて、私とは何も話さなかった人、他のみんなとも何も話さなかった人も、たくさんいらっしゃいました。でも、それでも、とても楽しかったです。そして今日はですね、そのキャンプの、キャンプをしている時にもいろいろな、問題が起きたんですけど、それは皆さんがさっきの YouTube を聞けば分かりますが、もう問題起きた。でその後ですね、キャンプが終わって皆さんでよし、じゃあもう火を消して、もう、お風呂に入って、それもお風呂は温泉に入って、もう早く寝ましょうとね、そういう話をみんなとしてました。で、今日はその話をしたいと思います。
はい、もうキャンプ来たんだけど、どういう温泉だったっけとか、あれ何かあったかなってよく覚えてないなって人もいると思うので、今日はその、報告、皆さんに連絡ですね、したいと思います。皆さんが昨日キャンプ終わって寝て、そしてバスに乗って山を降りましたよね。そして新幹線に乗りましたね。それからそして東京駅まで行って、新幹線乗ってね、新幹線で東京駅まで行って、空港に行って、皆さんは、飛行機に乗ってまた国に帰りました。はい、日本で働いている、日本で勉強している人は東京駅から自分の家に電車とかバスで帰りましたよね。はい、まあ3人ぐらい、どうしても本当にお金がなくて、飛行機のお金がないと。来る時はお金は払えたんだけど、チケット買えたけど、帰りのチケットが買うお金がなくて、自分の国まで海を泳いで帰るという人が、私が知っているのは3人、いらっしゃいました。はい、大丈夫でしょうか。今ちゃんと国についてますか？つきましたか？つきましたよと、私は生きていますという連絡を、ぜひ送ってください。私はちょっと心配しています。はい、でもちょっとだけです。はい、多分ついてると。はい、とても元気な人たちでしたので多分大丈夫。パスポートはいらないんですかね？泳いで行ったら大丈夫かな？船に乗ればいいのになと思ったけど、私はちょっと何もサポートできないので、何も言いませんでしたが、ちゃんと着いたよっていう連絡、私待っています。はい、それで大きい流れは今お話ししたことですが、この時にですね、昨日は特にたくさんの方がいらっしゃったので、やっぱりですね、人がたくさんいると皆さん何か問題を起こします。はい、そうなんです。学校の、みんなでどこかに行きましょうとか、そういうのはですね、学校の先生たちは大変なんですね。みんな結構いろいろ問題を起こします。ですのでやっぱり問題が昨日も起きました。はい、それについてお話ししようと思います。はい、これはですね、多分ほとんど皆さんもう疲れて忘れてると思いますので、キャンプに来ていた人も、ぜひそんなことあったんですかと思いながら聞いてください。やっぱりこれは私の YouTube の日本語クラスとしてみんなでこの事件、この問題、事件ですよね。事件はみんなで共有シェアしないといけないと私は強く思っていますので、今日はそれについて、お話ししたいと思います。はい、ただですね、ただというのはちょっと注意という意味です。ちょっと今日の事件は少し刺激が強いので、子供の人はちょっと聞かせられないですね。できれば、中学生の方はちょっと聞かないでほしいなと思っていますので、中学生以上ですね、実はキャンプに中学生が来ていたんですけれど、本当ですよ、すごいですね、来ていたんですが、私びっくりしました。中学生ね、中学生以上の、高校生以上の人にはこの話、これからする話は、聞かせることができるので、あまり若い幼い人はちょっと今日はやめた方がいいかもしれません。はい、静かに今このポッドキャストを切ってください。はい、また、明日とか明後日とかに、もうそうですね、日本の花について私は話そうと思いますので、誰が聞いてもいい話ですね。日本の花は美しいですよという話を、私はそうですね、4時間ぐらいかけて、分かるように、丁寧に世界で一番真面目に話そうと思っていますから、まだ中学生の人はちょっとここでさようならしましょうか。
ね、いいですかね。ここまで聞いてくださってありがとうございます。はい、はい、じゃあ、今からは、多分高校生以上の人がこのポッドキャストを聞いていると思いますから、私は安心してお話を続けます。はい、よろしくお願いします。では、まずですね、1日目のキャンプ、2日キャンプやりましたから、まず最初の1日目土曜日の時のキャンプは、私はですね、キャンプやるよと連絡をしていなかったので、多分20人くらいキャンプに来ることができるかな、20人もいないかもしれないと思っていました。はい、ですが、最後キャンプ終わる時にはですね、結局は20人ではなく、300人いらっしゃいました。はい、こうなりますと、もうお酒を準備していたんです。ビールを飲む、皆さん来たらビールを飲む、マシュマロを食べる、お菓子を食べるね、全然準備が足りなくてですね、こちらとしましては、もうちょっと迷惑と言いますか、みんなもう来ないでくれと、少しですね、心の中で思ったり思わなかったりしたわけでございます。はい、1日目はそうでした。200、300人いらっしゃって、このキャンプをですね一緒に考えた私の、学生、アゼルバイジャンから来たジョンと、これは大変だと、先生20人しか来ないと思ったのに300人来たから次の日の朝ごはんの卵が足りませんねと。そうですね、20人分の、朝ごはんしか準備してなかったんですが、次の日は300人いましたから、残ってますから、朝起きます、朝ごはんないねとかいろいろ困ってて、いろいろあったんです。この辺はですね、前の、ライブのアーカイブをどうぞ、聞きたかったら、もしも聞きたかったらでいいです。ほとんど聞かない方がいいと思います。私はもうほとんどもう自分の人生の無駄な時間になるのでやめた方がいいと思うんですが、でも私は腹切りしようと思う、死のうと思ってますからという人は、聞いてください。はい、そしてですね、2日目日曜日、昨日です。3月3日日曜日の夜のキャンプは、こちらも30人ぐらい来ると思いました。私とジョンは。ですが、最後はですね、30人ではなくて、300人でもなくて、350人いらっしゃいました。はい、これは、もう嬉しいのか、困ったなのか私には分かりません。はい、そうですね、そうなりますとですね、350人今山の上のキャンプに来ていて、昨日の夜ですよ。その後皆さんは、すぐに国に帰るとか自分の家に帰ることはできないです。はい、山の上もう暗い。はい、昨日のキャンプ終わったのはだいたい11時ぐらいですか、夜の11時ぐらい、10時半だったかな、そのぐらい。もう無理です。車の運転できません。はい、ですので皆さんは350人は、ここのキャンプにある、ホテルに泊まりました。はい、ですが、いろいろ問題がありまして、30人分の部屋しか私たちは準備をしていませんでした。はい、そうですね、私たち日本語クラスが、お金があまりないというのも一つ問題で、そんなにたくさんの部屋のために、お金がないと。そもそもこのアゼルバイジャン出身のジョンが、2年前からキャンプをやりたいと
ずっと私に言っていまして、いつもいつもうるさいんですね。本当にうるさい。先生いつですか？会う時いつも言う。って言って、私もいつも明日ねと言って、そうですね、明日ねというのはもう、明日というのは日本人がはい明日やりましょうというのは大体嘘ですから、それはやらないという意味なんですが、ジョンはダメですね。とてもまっすぐな人ですから、その言葉を信じてしまいまして、もう準備を始めたと。ただジョンはですね、このキャンプのホテルを借りるために、一生懸命お金を集めていたんですね。集めた方法は、アルバイトに行くではなくて、ジョンは東京の渋谷、皆さん知っています、渋谷、新宿、原宿、渋谷ね。渋谷駅は人が多いんですね。渋谷駅のですね、駅の前でジョンは一人で立って、そこで、お金をくださいと、はい、通る人でみんなに声をかけて、私たちと私はなんですけどね、あいつ一人ですから、私たち日本語の、学生、日本語クラスの学生は、世界の平和のために、世界のピースですね、世界の平和のためにキャンプをやりたいから、皆さんどうかお金をくださいと、10円でもいいから、お金をくださいと、この箱の中に入れてくださいと、そうですね、ジョンは、毎日毎日、雨の日も風が強い日も雪がたくさん降った日も、そうですね、毎日ジョンはですね、1日3時間、はい、外に立って、渋谷駅の前でお金を集めたんですね。2年間ですね。それも2年前からあの人は、キャンプがしたいと言っていましたから、じゃあもう集めますと、彼はやると決めたらすぐにやります。はい、素晴らしいですね。はい、素晴らしいんですが、ただジョンはひらがなが、全部書けません。はい、日本語ももうちょっと頑張って勉強したらもっといいのになと私は思うんですけれど、ちょっとまだそうですね、キャンプの方が、彼は強い興味があるんですね。はい、人の興味というのは、人それぞれですから、私は何も言うことができませんでした。はい、そのようにして2年間ジョンは、自分の体を使って、このキャンプのためのお金をですね集めた。はい、やっと集めたお金で、30人分のですね、ホテル、ホテルといってももう、とても古いホテルなんですけれど、70年前に建てたホテルと聞いています。壁も薄くてですね、隣の部屋の声も聞こえる、部屋によっては、壁に穴が開いていると、少し隣の部屋が見えるというふうに後で聞きましたが、そういうホテルですね、やっとジョンの、頑張ったお金で、借りることができました。はい、ですので、やっと30人です。30人の部屋はあるんですね。ですが昨日キャンプに来てくださった人たち何人いた？それは350人です。はい、30人の部屋に350人寝るんですね。大丈夫でしょうか？どうでしょうか皆さん。これはキャンプに来た人しか知りません。私はちょっと後で言いますが、ちょっと私は違う部屋で寝たので、ちょっと皆さんとは違う環境でしたから、私はとてもわからない、皆さんがどうだったか、ちょっとそれはこれから聞きたいなと思っています。はい、ですね、ちょっと一番大事なのはそうこれから言いますが、そのようにですね、狭いです、すごくね。そして温泉があるんですよ。ジョンは絶対温泉に入りたい。アゼルバイジャンには
温泉がないんだと思います多分。だから、日本に来たら絶対に温泉に入りたいからと言って、温泉のホテルにしたんですね。ですがやっぱり古いホテルですから温泉が小さいんですよ。頑張っても1回に10人しか入れない。はい、そしてあまり綺麗ではありません。でも水は温泉だから気持ちいいですよ。うん、10人しか入れない。でも350人温泉入らなきゃいけない。順番ですよね。そうなんですよ。そういうふうにみんな入ったんで順番で入ったんですね。でそうですね。でここからちょっと問題が起きます。はい、お待たせしました皆さん。はい、ここからがちょっと、問題が起きてしまったんですね。温泉、日本の温泉というのは知っている人も多いと思います。はい、今はほとんど男の人と女の人は別々のお風呂です。はい、昔は女と男が一緒に入るお風呂は実は多かったんですが、今はもうほとんど別々です。そして昨日私たちが泊まったホテルも別々です。大丈夫です。心配しないでください。はい、ですが、昨日ですね、キャンプが終わって11時ぐらい私ロビーの受付のロビーのところで、ちょっとお茶を飲んでいました。はい、今日みんなとお話できてよかった、楽しかったなと思っていましたら、女の人がですね私を大きな声で呼ぶんですね。先生、先生大変です。どうしましたかね。私急いで行きました。そうしましたら、女の子がですね、5人、ちょっと怒ったり、泣いたりしてるんですね。どうしたんですかと私が聞いたら、先生、私たちのパンティーが盗まれました。パンティー、パンティー、はい、パンティーです。パンティーってあの下着、英語だとアンダーウェアですか？アンダーウェアと言ったら、はい、そうです。下着、パンティ、アンダーウェアです。あ、はい、これです。今日最初の問題はこれです。最初の事件、まだ最初。はい、女の子5人のですね、パンティはわかりますね。ズボンとかスカートの下に履いている、あれですね。トイレに行った時に一番最初に履くものです。あれね。あれがですね、お風呂に入っている時に、なくなった。お風呂入ろうと、温泉だからね、気持ちいいなね。そして洋服を脱いでおいて、お風呂に入って戻ってきたらパンティだけない。他はある。うん。T シャツとか自分が履いてた靴下とかあるんだけど、自分たちが履いていたパンティだけがないと。これは困った。いやもうこれは事件ですね。私はそう思いました。はい、どうしてかと言いますと、なぜ事件だと思ったかというと、このライブですね、皆さんとキャンプをしている時にですね、特に1日目のキャンプをしていた時に、ある男の人がですね、今日の今日の温泉は男と女は一緒に入らないんですかと、言ったやつがいました。これはやばいと私は思いました。これはやばいやつがこのキャンプに来ていると。私はもうすぐに分かりました。やはり私は教師として、いろいろな学生さん、いろいろな人を、見て教えてきています。はい、これは何か事件が起きると私はもうずっと心配していましたよ。やっぱり起きちゃった。はい、ということで、2日目昨日ですね、パンティ盗まれる、
パンティ泥棒。はい、パンティ泥棒がついに出てきたということです。はい、泥棒してますね。盗む人ですね。泥棒。はい、漢字もあるし、日本人はカタカナでもよく書きます。泥棒ってね。パンティ泥棒は誰ですか？誰がパンティを盗んだんですかと。これはもうすぐに解決しなければいけない大きな問題です。はい、その時はもう11時夜、皆さん早く寝ないと、朝の6時に起きなければいけなかったんですね、今日ね。そしてお風呂の順番もあるし、早く早くと思いまして、じゃあもうみんなで、パンティ泥棒を探そうと、はい、私は言いまして、男の子たちも、女の子たちも、誰だ誰だ、もしかして間違えて私のパンティを履いていないかとかね、女の子同士で聞いたり、してました。しかしですね、これはですね、よかった。すぐにパンティ泥棒が見つかりました。はい、よかったです。私は本当に安心しました。はい、パンティ泥棒はですね、実はみんながまだお風呂の順番を待ってる、まだ入らないで待っているのに、パンティ泥棒はですね、もうすでに自分の部屋で電気を消して布団の中で寝ていました。はい。でもどうしてパンティ泥棒って分かったんでしょう、私たちは。寝てますよ、その人。ええ、それはですね、そのパンティ泥棒がですね、パンティを、ピンクのパンティを頭から帽子のようにかぶっていたからです。はい、そうです。パンティを頭からかぶっていました。はい、ですからもうすぐに、あ、こいつはパンティ泥棒だと、その部屋と同じ人、男の人がすぐ分かりました。はい、犯人はですね、男の人でした。はい、ちょっと女の人だったらちょっとびっくりしますけど、いろんな趣味がありますから、それも可能性としてはあったんですけど、男性でしたね。で、その見つけた男の人がですね、聞いたそうです。お前はどうしてパンティを盗んだんだと。というか、お前はなんでパンティをかぶってるんだと聞いたら、そのパンティ泥棒は、言いました。僕はいつもパンティをかぶらないと眠ることができないんだ。いつもはママ、お母さんって言ってましたね。いつもはお母さんのパンティ、お母さんがその日履いたパンティをかぶって寝ているからいいけど、今日は、急いでこの、キャンプに来てしまったからパンティを忘れてしまった。でもそれだと僕は明日仕事が早いから、早いというか、そうですね、国帰ってからですね、国帰ってから早い、疲れちゃった、もう疲れちゃう、今日も疲れたし早く寝たいから、仕方がないから、ちょっとお風呂に入ってる女の人の、ところに行って1枚だけ、誰のでもいいからパンティをちょっと持ってきた、ごめんなさいと、そう話したそうです。はい、そうですね。私もその話を聞いて、ちょっとそうですね、いろいろな理由がありますね。寝るためだったら必要だったのか、確かに、寝る時にラベンダーの香りがしないとゆっくり眠れないとか、いろいろありますよね。いろんな皆さん寝る時の何か習慣、いつもやっていることってありますよね。それないとやっぱり眠れないっていうのは、それもわからないでもないんですが、やっぱりこれはやっぱり警察を呼ぶような犯罪の一つですね。痴漢と同じですね。
いや私はどうしようと思ったんですが、そのパンツを盗まれた、女の人にこの話をしました。そうしましたら、その女の人が言いました。あ、そうなんですか。そういう理由だったらいいです。そのまま使っていいですよ。だって寝たいでしょ。大丈夫。そんなに私気持ち悪いって思ってないです。そういう理由なら大丈夫です。どうぞ。はい。とても心が広い人ですね。素晴らしいと思いました私は。はい。私だったら、とても気持ちが悪いです。はい。どうして履いたパンツじゃなきゃダメなんだ。履いてないパンツじゃダメですかと、もうそうも思いますし、自分のパンツかぶれよとか思いますから、まあでもその彼女はですね、その女の人はとっても優しいですね。ですので、じゃあいいということで、じゃああなたがいいなら私はいいと思うと私も言いまして、じゃあそのまま、じゃいいです寝てくださいと言って、その男の人はそのままですね、誰よりも先に誰よりも早く、ベッドじゃないですね、彼は布団で、寝ました。はい。そうなんです。ですのでこのように聞くと、パンティ泥棒はもう見つかった、この問題は解決したと思うんですが、皆さんパンティはですね、5枚盗まれたんですね。パンティ1枚2枚3枚と数えます。1個2個じゃなくて、はい。パンティの写真がありました。そういえば、パンティの言葉分かりますよね。大丈夫ですね。ちょっとこれはYouTube の方でパンティの写真を見せるのは、ダメですというふうになるかもしれません。そして日本語の授業でパンティについて、先生が、10分20分話すというのは、大丈夫なのか私には分からないんですが、これも皆さんの勉強のためということで、ここに、パンティの写真を、見せますね。パンティ、はいです。日本人でもパンツとも言います。パンツ、はい、でも今日はパンティの方が、ちょっといい音ですね。サウンドが美しいですからパンティにします。はい。ですのでパンティが、5枚盗まれて、1枚はそうですね、パンティをかぶっている人でも、あと4枚はないです。パンティ泥棒、さっきのパンティ泥棒はもう1枚あればいいんですって。何枚もいらない。たくさんかぶったら頭がちょっと痛くなりますよね。きついでしょ。そうそう、確かにサイズは大事って言ってました。僕は L サイズがいいんですって言ってました。M サイズ M とか S だと僕の頭に合いませんって言ってましたね、その人。そんな情報はどうでもいいですね。ですので、あと4枚のパンティはどこに行ったんですかということで、まだ問題が解決していない。解決というのは問題がなくなるということ。なくなっていないです。困りました。どこですかパンティは。私たちの探すパンティどこ。これは困った。探したんですがやっぱり見つからないので、もう私はですね、困ったと嫌だなと思ったんですが、この350人キャンプに来た350人をですね、1人まだ寝てます。349人ですねをですね、皆さんちょっとロビーに来てください。ホテルの受付のところにちょっとみんな集まって来てと言って、みんなに来てもらいまして、女の人も男の人もみんなです。はい。私はですね、パンティ泥棒さん誰ですかと、みんなが見ないから、みんな目を閉じると目を下げる、何も見ないってことです。目を閉じて、パンティ泥棒さんはじゃあ手を挙げてください。手を挙げたら、私だけ見てるから、先生だけ見てるから、手挙げたらもうすぐに下ろしていいですから。でパンティ泥棒さんはじゃあ
後で私とちょっとお話ししましょうと、はい、みんなに言いました。だからじゃあ皆さんいいですねと、じゃあちょっと今1分間だけ目を閉じてくださいと、はい、パンティー泥棒さんは、手を挙げてくださいと言いました。はい、そうしましたら10秒20秒ぐらいですね、その時にですね、ある一人の男の人がスッと左手を上げたんですね。で私はあの人ですか、わかりましたと心の中で思って、じゃあもういいですと、皆さん目を開けてくださいと言おうとしたら、そのパンティ泥棒がですね、自分で立ち上がりまして、立って、歩いて今度は、パンティを盗まれたその後の4人のうちのある1人の女の子の前まで行ったんですね。でもう皆さんも目を開けてるんですね。もういいでしょ、1分経ったよねってこう見て、あれあいつ何やってんだろうって、見てて、その、パンティ泥棒の男ですね、パンティ泥棒の男はその女の人の前で立ってですね、ちょっと話し始めました。みんなが見ています。はい。私もびっくりして何も言うことができませんでした。はい。ちょっと今何を言ったか言いますよ。男の人がですね、その女の人にパンティ泥棒は僕です。すいませんでした。今日のキャンプの時にあなたとちょっとだけ話してすごいいいなと思って、僕あなたのこと好きになっちゃったんです。だけど僕は明日また仕事に行かなきゃいけないし、いやあなたは国に帰るし、僕は仕事が北海道で北海道の魚屋だから、あなたは国で全然違うし遠いからもう会えないと思って、だからもう多分会えないから寂しいなと思って、それであなたの思い出が欲しいと思って、このキャンプの思い出としてキャンプの、お土産としてあなたのパンティを盗みました。すいませんでした。そしたら女の子がそうだったんですか、なんだ、そういうことならもっと早く言ってくれればよかったのに。じゃあ私たち付き合いますか、付き合う、そうすると言って、と私ちょっとびっくりしたんですけど、もうみんなで聞いてますからその話を。でそしたらもうみんなが「うわーおめでとうカップルできたね」とかキス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 とか、キスコールが起こるみたいなね、もうそれはやめなさいって言って私はキスコールしないとね、パンティー泥棒だよあいつはって私は言って、はい、いや愛って複雑ですね。複雑はね、コンプリケイティブです。コンプリケイティブです。本当に難しいよ。はい、愛ってなんだろうとやっぱり思いましたね。
パンティ泥棒に好きと言われて、じゃあ付き合いましょうという女もいるんですね。いいんですね。まあでもそれも一つの愛ですね。はい。だからいいのかなって思って、私はまあじゃあ、はい、おめでとうございますと、それだけ言いました。はい。それからまあその後2人はまあどうなったかは、まあそこまでは私は見てないですけどね、多分うまくいったんじゃないですか。でまあただ良かったですね。2人目のパンティ泥棒が見つかりました。そうですね。ですが皆さん、パンティは5枚盗まれたんですね。でそのパンティ泥棒、今の北海道の魚屋で働いてるという人はパンティ1枚しか盗んでないと。もうその女の人しか好きじゃないですからね。まあそうですよね。関係ない女の人のパンティ盗まない。そうなるとあと3枚のパンティはどこに行ったんだ。わかんない。はい、やっぱりもうちょっと今みんなロビーにいますけど、ちょっとやっぱみんな違うと、私じゃないよとね、もしかして女が盗んだんじゃないかっていう、いう人もいましたし、いや確かに、または他のお客様、私たちのこの日本語クラスの、キャンプに来た人だけじゃない他の人も、お客様いましたから、他の人に盗まれたのかもしれない。だから絶対ね、誰か、私の知っている誰かがパンティ泥棒とは限らないですから、確かにそうですねと。じゃあ今わからないから、じゃあどうしますかと。警察を呼びますかね。もうこれやっぱり事件ですから、本当に警察呼ぶね。残りの3人に聞きました。私女の子にね、泣いてる人いましたから、1人ね、どうしますかって言ったら、さっきまで泣いてたんですけど、もう今はもう全然もうすっごい元気で、もう3人とも3人みんな先生大丈夫です、あのパンティもうちょっと古かったし、今日これから履くパンティは持ってますから大丈夫です。確かにちょっと気持ち悪いけど、仕方がないと思いますと。大変大人の意見ですね。大変というのはとてもということ。私は本当にすごいと思いました。なんて心が強い人たちでしょうか。はい。そう言ってくれたので、警察を呼ぶこともなく、これ以上この事件を大きくするのは良くないと、彼女たちが言いました。せっかくキャンプが楽しかったのに、こんなパンティ事件で、次キャンプができない、その方が私たちは嫌だ、悲しいと。もうパンティのことは忘れたい、いいですと、大丈夫先生というので、分かりました、じゃあもうね、じゃあもう寝る準備をしようと言って、その3人はもうお風呂入ってましたから、もう寝てくださいと言って、他のねまだ入ってない皆さんも、じゃあこれから順番に入ってくださいねと言って、みんなお風呂に、行かせました。はい。ですので、そうですね、解決したと言いますか、していないと言いますか、はっきり私もわからないです。はい。ですがこれがパンティ事件、です。ですがこの後まだいくつか問題がありまして、お風呂は順番に10人ずつ入る。ですから最後の人はお風呂入るのが夜の3時になったっていうのは後から聞きました。はい。3時に入って、朝の6時には起きなければいけないと。大変でしたね。あまり寝てないと思います。さらに女の人たちは、ちゃんとですね、シングルベッドが一人一人準備されていました。やっぱり、レディーファーストです。レディーファースト。はい。
女の人が大事です。はい、ですから女の人にはベッドは一人一つずつもちろんですが、男の人たちには、そんなないです。ベッドないです。はい、もちろんベッドなんてありませんから、男の人たちの部屋にはもう、布団、はい、布団で、それも布団1枚に、1人ではなくて、布団1枚に3人から4人で寝るという、はい、寝方で、なんとか、夜を過ごしたと。はい、後から私は、アゼルバイジャンのジョンから聞きました。はい、まあそれで大丈夫だったのか、いや私は全くその辺は、存じません。はい、存じませんは、知りませんの意味です。はい、とても綺麗な丁寧な、敬語です。はい、そうですね、それからですね、アゼルバイジャンのジョンは、4時に起きて、皆さんの朝ごはんを準備しなければいけないので、彼はほとんど寝ていないですね。で私の方はですね、じゃあもう私は12時ぐらいでしたね、皆さんがもう先生は先にお風呂に入ってくださいと、皆さん言ってくださいまして、先にですね優先的に、先の方でお風呂に入れさせていただいて、そうですね、温泉ですね。でも10人の女の人一緒に入るわけですね。もう裸の関係、裸の付き合いと言います。いいですよ。楽しい、で入りまして、じゃあ私は部屋に戻りたい、ですが私自分の部屋を知らなかったので、受付のところで「すみません、私の部屋の鍵をいただけますか?」と受付で聞きました。はい、私の部屋の番号は何番ですかと。そうしましたら受付の人が「あ、日本語クラスの先生でいらっしゃいますか?」いらっしゃいますかは先生ですかですね。ホテルですからとても綺麗な日本語で話します。はい、そうです、お世話になっていますと私言いました。先生にはこちらのホテルではなくて、このホテルの隣に、去年できたばかりの、新しいホテルがございます。同じ会社のホテルなんですが、新しくもう一つビルを建てましたと。そうなんですか。先生はそちらの、新しいビルの部屋の、スイートルームをご用意してありますので、そちらをお使いくださいと。ね、何の話ですかと私はびっくりしまして、私は聞いてないですと。皆さんと、同じいいです、シングルベッドで、皆さんと一緒に部屋で寝たいですと私は言ったんですね。ですがホテルの人が、強くですね私に、その部屋で寝てくださいと、スイートルームで寝ろと、私がその部屋で寝ないと、この部屋を予約していた、アメリカ出身のマリアさんが、怒りますと。はい、先生がその部屋で寝ないとマリアさんから私たちは怒られてしまうんですと。はい、マリアさんはマリア様と呼んでいました。マリア様はこの部屋を1年前から予約していて、絶対に先生にはその部屋に泊まるようにお伝えくださいと言っていたと。私はね困ってしまいました。これを断ると確かにこのホテルの人たちが困る、こちらに迷惑がかかる。確かにアメリカ出身のマリアさんはですね、知っている人も多いと思いますが、大変、とても、お金持ち、はい、そして、私の、教えている学生さんなんですが、そうですね、お金には困っていない、そしてただとてもいい人なんですね。はい、いつもアゼルバイジャンのジョンを助けたり、他のクラスメート
困っているといつも助けたりする、心の優しい、女の人です。はい、ですのでこれは断ってはいけないと私思いまして、じゃあ仕方がないですね、本当はみんなと同じ部屋がいいんですけれどと言って仕方がなくその、スイートルームの部屋の鍵を受け取りました。はい、そうですね、部屋に行ってみますと、そこはですね、部屋が4つ、はい、大きなベッドと、あとはゲスト用のベッドがある部屋もありましたね。あとは、何ですか、リビングルームというか、大きなソファーが2つありまして、もうここに一人で今日ここで一人で過ごすというのはなんだかもう寂しいし、いや他のみんなに申し訳ないと、すみませんという気持ちになりまして、いやでも寝ないとマリアさんと思って、そうだと、そういえば、今日の、キャンプ、昨日も今日も2日間ですね、なんとキャンプに中学生が来ていました。はい、本当に来ていました。はい、ぜひこれはライブを、チェックすれば皆さん分かりますが、中学生が来ている。こんなパンティー事件が起きている、こんな危険なキャンプに中学生の女の子です。それ女の子をですね、あんなに安い、あんなに汚いホテルに、泊めるというのは私は本当に心配だと思いまして、これはもう私と一緒に寝た方がいいと。もうすぐにですねその中学生を探して、私の部屋に連れて行って、私の部屋にね、別の4つも部屋ありますから、こっちの部屋であなたは寝てくださいねと言って、その中学生の安全を私は確保しました。確保っていうのは持つってこと、守るってことです。はい、持つ、絶対安全にするという確保と言います。はい、もう安心です。あとの女の人たちはとても強いように見えましたので、きっと大丈夫だと思いますね。そのようにして、私はですねとても快適に、はい、快適はcomfortable です。英語の comfortable、とてもいいベッドで、眠ることができました。はい、そうですね、それで私はもう1時には寝ていまして、朝6時に起きて、みんなと朝ごはんを食べようと思ったんですが、もう6時の時にピンポーン、ね、あれ誰か来た、あれ誰と思いましたら、ルームサービスです。お客様、お部屋で朝ごはんを召し上がってください。召し上がるは食べるですね。あそんなサービスはお願いしていないですよ私と。いいです、いりませんと言ったんですね。私はみんなと一緒に、卵を食べる。今日の朝ごはんはみんなで1人1個卵を食べるのが朝ごはんの予定だったんですが、いやいいですと言ったんですが、いやこちらもアメリカ出身のマリア様からの、注文ですので、先生ぜひこれを召し上がってくださいと。先生が食べないと私たちが怒られてしまいます。マリア様から怒られてしまいますというので、いやちょっとなんだ困った、みんな卵しか食べないのに私はこんないっぱいたくさんフルコースみたいな、そうですね、ちょっとフランス料理みたいな朝ごはんでした。いやしょうがないと思いまして、その中学生とですね一緒にですねそのお部屋で、朝ごはんをですねしぶしぶいただきました。はい、しぶしぶというのは本当は嫌なんだけどするということです。
渋々、はい、渋々は漢字もあります。渋谷の渋です。はい、渋々何々するです。え渋々ですね。私はこの朝ごはんを部屋でいただきました。はい、私今話しすぎていまして喉が渇いております。申し訳ございません。少々お待ちください。えそうですね。食べました。美味しかったです。もちろんです。はい。えそれからですね、私と、中学生のね、その学生さんはもうお腹いっぱい。はい。それで、7時ぐらいに私は、ちょっと申し訳ない、ごめんなさいと思いながら、キャンプ場で、みんなで朝ごはんを食べているので、みんなはね、泊まるのは部屋なんですけど、朝ごはんは外なんですね。皆さんはね、外でしたよね。ちょっと朝も寒かったと思うんですね。やっぱり山の上ですから。外で、ジョンが作った、卵料理を食べていた。はい。実はジョンとですね、30個の卵を準備してたんです、私。朝ごはん用。はい。ですが実際は350人来てしまったので、30個の卵を350人で分けて食べるというね。これはどのくらい食べれるんですか、実際は。一口ぐらいですか？スプーン一杯ぐらいでしょうか？卵半分も無理ですよね。だって30個しかないですからね。ただ私はそこがどうだったのかは見てないんですね。私は部屋で朝ごはんを食べなければいけなかったので、みんながどんな風に朝ごはんを食べたのかよく知らなかったんですが、そうですね、ちょっと見に行ったら、私が見た限り5人ぐらいの男の人がですね、頭から血を流していました。はい、血です、血。はい。どうしたんですかと聞いたら、先生、朝ごはんの卵で喧嘩しました。私はもっと食べたい。でもダメと言われて、はい、殴り合いの喧嘩ですって言ってました。はい、殴る、顔をパンチする、パンパンパンだそうですよね。食べ物は大切です。はい。食べ物がないとやはり喧嘩になります。そう思います。はい。ただその中でも、一つの卵料理を、6人くらいで分けて、その中で、一つのスプーンを2人で使って、そこで、恋人になったという話も聞きましたし、今ちょっとここもまた愛はいろいろですねと私も思いました。はい。詳しくは私は知らないです。はい。そこにいませんでしたから、まああのまあそんな話をちょっと聞きました。あとはおにぎり20個もあったので、20個買っておいたんですね。20個を350人で分けたというのだけ話は聞きました。はい。ただ足りないですね。お腹空いてる。うん。だから私はね、じゃあもう早くもう新幹線に乗りましょうと。じゃあちょっと予定より早くね、もう山を降りて、バスで降りてもう新幹線乗りに行こうと、長野駅に行きましょうねと。ということで、バスに乗ります。バスは7台350人いますから、大きなバスに7台ですね、350人乗ってもらってですね、バスで、長野駅まで行きました。バスですね、2時間30分かかりましたね。遠かったんですよ。そうですね、そこでですね、ちょっとバスが苦手、ちょっとバス気持ち悪くなるという人がやっぱりいるんですね。350人いますから、いろんな人がいますから、で、ちょっと汚い話になりますが、バスの中で、吐く。
という人が、何人かいた。はい。吐くというのは、これですね。気持ちが悪くて口から食べたものを出すですね。うえうえうえってこれですね。はい。をすると。はい。ってこれなんですね。ただですね、皆さんこれ朝ごはんほとんど食べてないんですね、皆さんね。まあ、昨日のお酒はお腹の中に残っているから、吐く時はその昨日のお酒は出るんですね。だけど朝ごはん食べてないから食べ物が出ないんですね。だけど吐くと気持ちがいいですよね。みんな経験がありますね。吐くと気持ち悪いのちょっと治りますね。そうでも吐くものがないんです。体に入ってない、胃にない、そうスタマックに食べたものがないんです。だから吐きたいんだけど吐けない。いや辛そうでした。大変そうでしたよ。私見ました。出るんだ、出したいんだけど出ないってね。そういう人が私が乗ったバスにもいました。はいですので、ちょっと臭いバスで、2時間30分ですね、乗って、長野駅に到着いたしました。はい、よかった、着いた。はい、もう大丈夫だと。もう皆さんここで好きなものを買って、それで新幹線に乗りましょうと私は言いました。はい、駅というのはですね、日本の駅、そして新幹線を乗るとこ、失礼しました。これが朝ごはんの時はみんなはね、こうやって今ちょっとポッドキャストよかったら見てください。朝ごはんこうやって外で皆さんはね食べましたよね。卵料理をね、ジョンが作ってた。で新幹線ですね、新幹線が乗れる駅というのはだいたい特別なお弁当が売っています。はい、駅弁と言います。駅の弁当で駅弁。はい、皆さんとっても嬉しそうに駅弁を買ってね、それをだいたい1000円くらいで買えます。はい、お腹いっぱいになります。大丈夫です。はい、でそれをね買って駅の電車のこの新幹線の中で、皆さん座って、食べていましたね。はい、新幹線のチケットはですね、大丈夫です。ちゃんと足りました皆さん。はい、昨日の夜350人分、買い揃えまして、大丈夫でした。もちろんこれはやっぱりアメリカ出身のマリアさんが、チケットを、準備してくれたんですね。ですので皆さんマリアさんにありがとうを言ってほしいです。はい、このようにしてまず、長野駅から東京駅に向かって、新幹線乗りましたよね。これは、90分1時間30分、はい、かかりました。電車の途中でちょっとだけ富士山が見えました。はい、天気が良かったので、綺麗でしたね。はい、富士山見えましたよ。見ないで寝てる人はいましたけどね。そうそう、東京駅着いた、よかった。で、もう東京駅着いたら皆さんは、空港に行くんですよ。東京駅から成田空港に行く人、千葉県にある成田空港に行く人と羽田空港に行く人で分かれます。はい、そうですね、ここでもうみんなバイバイになっちゃうから、どうしようと。だけど一つね忘れてました。そういえば新幹線乗ってる時にですね、一つ事件がありまして、先生パスポートがありませんと。やっぱり350人いるといろんな問題を起こします。先生というのは大変ですね、本当に。3人ないと。もしかしてホテルに忘れたと思いまして、私ホテルに電話をしました。はい、聞きましたらもうすぐにはいあります、ホテルに3つパスポートが忘れていますよと。どうしましょうとね言ってくれたので、いやーどうしましょう、もう困ったなと思ったんですが、そうだと、マリアさん、はい、マリアさんがですねまだホテルにいたんですね。
マリアさんはアメリカから来る時に、自分の家にある、プライベートジェットで、日本に来たんですね。自分の飛行機です。はい、7人8人くらい乗れるって言ってましたね。その飛行機で来たので、もうこれはちょっと申し訳ない。でマリアさんはそのまままたアメリカにその時帰る予定だったんですが、まだ残ってたのでマリアさんにすぐ連絡しまして、ちょっとマリアさんごめんねと、東京駅に、えーパスポート持ってきてくれますかと言ったら、もうはいもちろんですすぐ行きますと言って、言ってくれまして、私たちが東京駅着いた時にはですね、もうマリアさんは東京駅で待っていました、私たちを。で、すぐにパスポートを渡してくれて、パスポート忘れたっていうね、人に渡して、問題ないですね。ちょっと私はマリアさんはどこにそのプライベートジェットを置いたのか、東京駅の周りですね、そんな場所はあるのかと私は知りませんから、だけどそれについて質問しては、私も行けないと、もういいと、マリアさんがいいと言ったんだからいいんだと思って何も聞きませんでした。はい、ですので本当にマリアさんにも、また本当にお世話になりました。ありがとうございました。はい、そしてですね、ということで今東京駅着いたと。でもここでみんなバイバイというのはちょっと寂しいですので、皆さんちょっとだけ皆さんとみんなで食事をしませんかと私が言って、いいですね、食事しましょうみんなで。でもね、確かにですね、350人その中で、3人は、海を泳いで帰ると言っていましたから、お金がなくてね、どうしようとね、これはですね、東京駅で食事をする、私が350人の食事のお金をみんな払うことはちょっとやっぱり大変です。多すぎます、人数が。だからちょっと今日はもうダメだ、自分で払ってくださいと言って、そしたらじゃあ安いものがいいなと。海をね、だって飛行機のチケット買えない人3人いますから、じゃあしょうがないから、じゃあラーメンどうですかと私は言いました。ラーメンだったら600円ぐらいから安くの買えます。はい、食べられるからね。ラーメンどうですかって言ったら、いいですね先生、ラーメンにしましょうということで、ラーメンを食べることになりました。はい、これがですね、私がその時食べたラーメンです。はい、確かにですね、駅の中にある立って食べるラーメン屋さんというのがあります。立ち食いそばというんですが、それそばだけどラーメンもね食べられるとこがあるんですけど、そういうところだとそういうそばもうどんもですね、400円とか450円とかで美味しいうどんそば食べられるんですね。だけどそれだと350にそれじゃあちょっと立って食べてね、何もお話できないですから、つまらないですから、ちょっともうちょっと大きなレストランにねみんなで入りましたが、350人ですからそんなみんな入んないから、105、順番にですね結局お店に入ってラーメン食べて、結局みんな全然話はできなかったという、食べることに集中フォーカスして過ごしてとにかくお腹いっぱいになって、じゃあこれで帰りましょうとなりました。はい、でそこでも本当にさようならですね。もう急いでいましたからみんなで写真を撮ることも忘れていました。はい、残念です。次回撮りたいですね。はい、それで、パンティ、パンティじゃないですね、皆さんそれぞれ空港に行きまして、成田空港行った人、羽田空港に行った人、それぞれ、あと海に行った人ね、自分で泳いで帰る人、はい、さようならしたんですが、ちょっとやっぱり私心配なのがさっきのパンティ泥棒ですね。パンティを盗まれた女の子3人、大丈夫ですかと、本当に警察行かなくていいですか、私も一緒に行きますよと言ったんですが、
や大丈夫だ、いい先生、はい。もし日本語クラスの誰かがパンティを盗んだんだったら、じゃあ、洗って洗濯して私の家に届けてくれればいいですと。はあ、そうですか。外国だからちょっとパンティ届けるのにお金がかかると思うけど、でもお願いします。やっぱり、それでいいですと。洗濯してればいいですと言ってました。ということで、もしですね、皆さんが、家に帰って、カバンの中を見たら、あれ、私のパンティじゃない、これは誰のパンティですかというパンティがあったら、私にですね、ちょっと連絡をしてください。はい、パンティがありました、間違えて持ってきてしまったとか、私は、パンティ泥棒です、本当は先生ごめんなさいとか、連絡してくれたら、私がそうですね、住所を教えるか、私がその女の子たちにパンティを送るか、どうするか決めますので、まずはパンティ泥棒さん、パンティ泥棒は私に連絡をしてください。はい、よろしくお願いします。もしみんなに中にねいたらです。でもみんなとは限らないです。他のお客様かもしれないですね。大丈夫です。私もみんな誰かあの人かもとか思ってません。はい。そうですね。ですので、皆さんほとんど無事に帰ったと思うんですけれども、そうですね。今日の話はですね、このビデオの中にあるので、聞きたい人は聞けばいいし、聞きたくない人はもう聞かない方がいいですね。ただ、失礼しました。そうか、こうなるのか。ただですね、私ちょっと心配なのは、皆さん帰ってからね、大丈夫だったかな、本当に皆さん無事に帰ったんですかというのがちょっと心配なので、大丈夫です、家に着きましたよ、今日もう仕事に行ってますよとか、連絡くれると嬉しいです。はい。で、ちょっと簡単に言うと、今日パンティ泥棒パンティとね、何回も私は話したんですが、私は授業の時は、世界で誰よりも真面目に、授業をするということで、有名な日本語の教師です。はい、ですので安心して、私の、日本語のクラスに来てくれたらいいなと思いますので、私と勉強したい人、ぜひいらっしゃってください。はい。皆さんは世界中にいますので、オンラインレッスンできます。はい。インターネットがあれば私と、どこにいても勉強できます。はい。JLPT も、ビデオのレッスンがありますし、これ見て毎年たくさんの人合格してますし、 N2 も N1 も、どちらもありますので、はい、よかったら使ってください。インターネットがあれば誰でも見られます。そして、ビジネス日本語を勉強したいとかね、ここではパンティの話はしないですね。ビジネス日本語はもうビジネス。はい。今はビジネス電話について、ビジネスの電話のかけ方、受け方、答え方やってます。はい。難しいです、これは。はい。でも楽しいです。はい。ですので必要な人はぜひ来てください。あとは、日本の会社に入るための、面接のテスト、の練習もしてます。はい。そうですね。ぜひよかったら来てください。これ40分の授業と書いてありますが、学生さん増えれば増えるほど授業の時間長くなりますので、たくさん皆さんでどうぞ来てください。あとは会話の練習もしています。ですます使わない話し方。はい。友達と話すときどうやって話すとか、恋人と話すときどうやって話すとか、その練習しましょう。はい。あとは電話のかけ方もこのクラスでやります。あと実はですますもやります。はい。こっちはね、だいたい N3 から N2 くらいのレベルの人がいいと思います。こっちのビジネス日本語は N3 はもう合格した人がいいです。はい。持ってる。そのぐらいのレベルはある。
で今 N2 が欲しいですぐらいの人よりそのぐらいだったらもう大丈夫です。はい、やりましょう。そしてプライベートのレッスンもしてます。皆さんが勉強したいことを勉強しましょう。皆さん一人と私一人で勉強しましょう。はい。何でも教えます。リーディング、読解、JLPT のリーディング、読解、会話、EJU、日本語のビジネスの日本語 OK です。教えますよ。レベルも N5 から N1 レベルまで何でもどうぞ一緒に勉強しましょう。はい。あとは X もやってますので Twitter 下にリンクが書いてあります。はい。そうですね。ごめんなさいね。こっちの Zoom レッスンとかこれについてのリンクも下のところに書いてあります。私のオンラインレッスンのところリンク見てください。はい。ただ私ちょっと心配なのが皆さん国にちゃんと着きましたかということです。大丈夫ですか？着いてますか？家に。こうやってね、おかえりなさいってね、おかえりのキッスをしてますね。いいですね。これは空港です。はい。ちゃんとついてるのか、皆さん本当に世界中いろんな国からキャンプに来てくれたので、まだ家着いてない人もいるかもしれない。飛行機時間かかりますからね。どうでしょうか？ぜひ皆さん大丈夫です。着きました。また今日も仕事に行きましたよとか、学校行きましたよとか、まだ着いてないです。まだ泳いでいますとか、はい。海の中ですとかね、連絡を待っていますので、ぜひ、無事に着いたかどうかご連絡をください。はい、ちょっと、結構心配してます私。お願いします。待ってますよ。ね、じゃあ今日大変長くなりましたが、最後まで聞いてくださった方、あなたありがとうございます。はい、キャンプ来られなかった人もまたやりますので、あとは次キャンプじゃなくて次は、そうですね、ボーリングやりたいです先生とか、違うことやりたい、なんか釣りがいいですとか、なんかリクエストあったらどうぞ、それも、いいですよ。メッセージにください。よろしくお願いします。はい。じゃあ皆さん風邪をひかないでくださいね。はい。じゃあ皆さんまたお元気でさようなら。